皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。C 言語には様々な変数の型があり、数値計算を行う際にはプログラムの始めで変数の定義が必要です。そこで今回は数値計算でよく使われる変数の型について簡単にお話しします。これは数値計算でよく使われる変数の型を列挙したものです。プログラミングでは最初に文字型 char、整数型 int、単精度実数型 float、倍精度実数型 double の変数を定義した後、実行文を書きます。機械であるコンピュータは半導体メモリーにおいて記憶素子のオンまたはオフの状態を作り出し、情報を記録します。説明を容易にするため、通常オンの状態を1、オフの状態を0の数字に置き換えて表します。1個の記憶素子を1ビットと言い、これを8個並べたもの、すなわち8ビットを1バイトと言います。char 型では1文字が1バイトのメモリーを使います。また、int 型と float 型では1つの数値が4バイトを使い、ダブル型では8バイトを使います。各メモリーの最上位ビットは符号ビットとして使われ、これが0の時正、1の時負の値を表します。数値計算では一つのプログラムで非常に多くの演算を行い答えを求めます。精度の高い答えを得るには有効桁が多いほど有利です。このため通常数値計算では有効桁が15桁程度のダブル型を用います。ダブル型の変数は数値の記憶に8バイトのメモリーが必要ですが、現在のパソコンではこのことが問題になることはほとんどありません。それでは今回の例題を示します。例題、char 型の文字、int 型の整数、float 型およびダブル型の小数点を持つ数を適当な変数名で定義し、これらをコンピュータ画面に表示するプログラムを作りなさい。これは例題に対するプログラムの例です。記述内容に間違いがなければ実行結果は次のようになります。ここにはプログラムの最初で定義した各変数が順に表示されています。ダブル型の値は一般的な形式と数値の大きさが分かりやすいいい形式で表示されています。それでは作成したプログラムの意味を説明します。1行目から3行目までは注釈文です。5行目は標準入出力関数のヘッダーファイルの取り込みです。また、本プログラムでは文字列の入出力も行うため、これに必要な関数のヘッダーファイルを6行目で取り込んでいます。8行目から24行目まではメイン関数です。10行目ではchar型変数 A1、A2 の宣言と定義を行っています。変数 A1 は1文字しか格納することができません。文字列を格納する場合、配列 A2 鍵括弧を使用します。また、この時の文字列の宣言と定義では、鍵括弧の中に数字を書かず空白にします。文字列を格納するのに必要なメモリーサイズは、ダブルクォーテーションに書かれた文字列の大きさになりますが、この数字は自動的に割り当てられます。11行目は
整数型変数 b の宣言と定義の文です。12行目はフロート型変数、13行目はダブル型の変数の宣言と定義の文です。15行目から20行目までは定義した各変数のデータを画面に出力するための文です。15行目は文字型変数の出力です。1文字の場合、出力の記号は %C。これにはキャラクターの C を使います。一方、文字列の場合、%S。これにはセンテンスの S を使います。ここで重要なことは、1文字の場合、出力したい変数名をそのまま書きますが、文字列の場合、配列名を書かなければなりません。次回の配列の説明の時に述べますが、配列名は文字列を格納したメモリーの先頭アドレスを意味します。よってここではその先頭アドレスからそのメモリーにある文字列を集団コード0が検出されるまで出力するように指示しています。16行目は整数型の変数の出力文です。表示記号には10進数の出力のための %d、ここではデシマルの d を使います。17行目は単精度実数型データの出力を指示する文です。表示記号には %f を使い、不動小数点数として出力します。18行目は倍精度実数型データを出力するための文です。ここでもまた表示記号には %f を使い、不動小数点数として出力しています。19行目では倍精度実数型データを表示記号に %e を使い、指数形式で出力するように指示しています。%23.15e の文は正または負の記号を含めて23桁の枠を取り、小数点以下の数字を15桁で表示するように指示しています。この数字を変えることで希望する形式でデータを出力することができます。20行目では改行を2回行うことで出力結果を見やすくするための文です。そして最後に22行目でリターン文によりオペレーティングシステムへ整数値0を返し実行を終了します。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画までごきげんよう。